Konnichiwa, Ryo desu. Today I'm going to be talking about English words that Americans mistakenly use often. And I'm going to be making this video in Japanese because I think this is more entertaining for Japanese viewers. So please turn on the caption below if you are not a Japanese speaker. Alright, so let's get started. はい、というわけで今日は、アメリカ人がよく間違える英単語を取り上げてみました。もちろん日本人がねよく間違える単語とかもあると思うんですけど、アメリカ人が間違えてしまう英単語っていうのもねまたちょっと面白いかなと思ったのでシェアしてみようと思いました。はい、では早速一つ目なんですが than と then ですね。でこれも、発音的にすごく近いので言葉で喋ってる時にどっちなのかが多分分かってないという人が多いんだと思うんですけど、than っていうのは、何々よりとか more than とか rather than とかの than ですよね。でここの A であるべき than の方に、スペルをするときに E を使ってしまう THEN のその時の than ですよねを使ってしまう人が非常に多いです。だから主に間違いとしてはその書きの時ですよね。先ほども言ったように喋ってる時には多分もうほとんどアメリカ人ですらその違いが多分分かってない人が多いぐらいの誤差しかないっていうことの多分表れだと思うんですけど、混同してしまってる人が多いのでそうですね、書きの時に THAN であるべきところを THEN と書いてしまうアメリカ人非常に多いです。で逆にこの THEN であるべきところが THAN になるっていうことは多分ないと思うんですけど、AN であるべきところが EN になってしまうことが非常に多いですね。だからそっちだけかな。はい。でこれと同じような間違いなんですけど blend と blendという2つの単語ですね。ここも混同している人が非常に多いです。でこれも A であるべきところが E になってしまう人が非常に多いんですけど、これも主に書きですよね。書く時のスペルする時にA であるべきところが E になってしまうということですね。使っている時には多分その違いが分かってない人が多分多いことの表れだと思います。でこれも同じように E の方が A になってしまうということはないんですよね。で意味としては、A blind の方は、plain みたいな、味気ないとか物足りないみたいな意味で非常によく使われる単語なんですけど、で blend の方はなんだっけ、こうブレンドするの混ぜるとかの blend ですよね。だからそうですよね。意味としては全然違うんですけど、このblend の方が blend とスペルされて間違って使っているアメリカ人が非常に多いですということです。で続いては、father と further の違いですね。これは意味的にすごく似ている2つなので混同している人が特に多いんですけど、言い間違いもこれは多いのかな。実際には father の方はなんつうのフィジカル的なこうディステンスというかさらにとかもっと遠くみたいな意味なんですけど、 further の方はフィジカルではない何かですよね。より突っ込んだなんとかとかみたいな、もっとさらに、進んだ研究とかみたいなね、なんかそういうフィジカルではないことに使う単語なので、若干の違いは本当は意味的にはあるんだけど、多分ここをもうごっちゃにしちゃって主に多分 father の方を further と使ってる人が多いのかなと思うんですけど、はい、これも非常にそのverbal でもwritten でも両方間違って使ってる人が多いかと思います。でここから2つその言い間違いについての単語があるんですけど、まず1つ目がエスプレッソって単語ありますよね。日本人はみんなエスプレッソってちゃんと言うと思うんですけど、これねアメリカ人でエスプレッソのことをエクスプレッソっていう人がすっごい多いんですよね。すごいびっくりしたんだけど、最初にこの単語を聞いたのが俺 YouTube でなんかスタバで働いてると言っている女子がなんかアメリカ人の女の子なんですけど、彼女がなんかね飲み物のスタバのなんかキャラメルマキアートとかなんか作り方をレクチャーしてる YouTube ビデオだったんですけど、その中で彼女がエスプレッソのことをここでエクスプレッソを入れてみたいな感じで言ってて、what? とか思って、
仕事で使ってるべき彼女が間違えるはずがないんだけどなとか思いながら、本当に彼女はスタバで働いてんのかなとか思いながら、なんかいろんな意味で衝撃だったのですごく記憶に残ってるんですけど、そしたらその後も結構エスプレッソのことをエクスプレッソって言ってる人が結構いて、僕カフェをしばらくビバリーヒルズでやってたんですけど、その時にもお客さんでもねエクスプレッソって言ってる人がいたので、ああなるほどなと思って、こういう風に間違ってる人がいるんだなと思って、なんかちょっと面白いなと思いました。エスプレッソですね。でこれと似たような間違いでいい間違いが etc っていう単語ですね。 ETC って書くあれですよね。何々などなどみたいな時に使う etc って単語なんですけど、それもね etc なんだけど、同じエクスプレッソと同じような間違いで etc みたいなスペル的に T だからどう考えても違うんですけど、これはでもねテレビとかに出てる人とかも間違って使ってる人とかがすごい多いから、びっくりするんですけど、元々の単語が英単語ではないので、実際の発音はそんな etc なんてそのアメリカの発音になっちゃってる時点で間違いといえば間違いなんですけど、だから細かいことを言い出したらキリがないんだけど、でもこれは etc っていう単語ですよね。言い方がエクセルラとなってる人がいるので、すごい興味深いなとテレビとかで聞くたびに思ってます。で最後ね固有名詞になるんですけど、マカロンってありますよね。あれをねアメリカ人は、日本人みんなマカロンって言うと思うんだけど、あれをねマクルーンズっていうアメリカ人がすっごい多い。多分ほとんどの人があれのことをマクルーンズって呼んでるんだけど、実際にはマカロンズっていうのが正しい発音なんですけど、でねマカルーンズっていう食べ物もあるんだけど、それはねココナッツで作ったクッキーなんですよね。でマカロンはカラフルなアーモンドで作ったオレオサンドイッチみたいなやつなので、ちょっと実際に全然違うものなんだけど、名前がすごい似てる。スペルも O が一つ多いだけだから混同して、マカロンのことをマクルーンズって呼んでるアメリカ人がもうほとんどです。でね、こういう固有名詞に関しては発音が違うとか言い出したらまたキリがないんだけど、たまたま2つとも違うものとして存在しているものなので、すごい気になるなと思ってました。こんな風にね結構駆け足でダーッと来てしまったんですけど、アメリカ人でも間違えている英単語ってすごい結構いろいろあってね、なんか日本人の人がね知ったら面白いかなと思って紹介してみようと思いました。日本人の人ってね結構ね細かい小さいところに気使っちゃって、スペルだったりグラマーだったりとかでね間違いが嫌だからっていうことで恐縮してしまうというか、なんていうの、恥ずかしがってしまうことが結構多いと思うんだけど、アメリカ人でもこんな風に間違えることとかってあるので、昔僕ね日本人の友達で竜田揚げのことをねカツタ揚げって言ってた人がいたんですよね、僕の知り合いで母国語ですらね間違えることあるから、それと同じでアメリカ人でもそうやってね間違えて記憶しちゃってる人といるんですよっていう報告でした。というわけで以上になります。いいねクリックとサブスクライブをお願いします。でこんな風に今回久しぶりに日本語のビデオというか英語関連のビデオを上げたんですけど、リクエストとかあれば見ていただければと思います。トライしますので。というわけで、また次回お会いしましょう。See you next time.